よっしゃー。はい。今はどこだこれ。これどこだ。ここは京都の山奥ですね。で、今回はですね、また久しぶり、1年ぶりに福井県大野市を目指しているんですけど、今はもうめちゃめちゃ真夏なんで、めちゃくちゃ暑いですね。で、この状態で大野市までたどり着けるのかという、ちょっと不安なんですけど、まあ昨日楽しみすぎて、実は一睡もできず、楽しみすぎて眠れず、朝の5時半まで全く一睡もできず、目が冴えて眠れず、そんな状態あるやん、たまに。なんかある前日とか。で、覚醒して眠れなかったので、今、まあもうしゃあないから出て、一睡もしなかった割にはまだ体力まだちょっと残ってるんで、今のうちにちょっと、距離を稼いでおきたいということで、まあ、このルートちょっと幸いに山の中のこうやって木陰、結構ねいい感じの木陰なんで、このルート、今の子供ちゃん、今の子供おったぞ、こんな山奥に。まあいいか、木陰になってるんでちょっとマシかな。炎天下の中を延々走らされてたんで、さっきまで地獄でしたね。でもう耐えられなかった。もうさすがにちょっと熱中症気味になってきたんで、空調服をつけて、万全の体制で挑んでおります。空調服かつ木陰でだいぶマシになって、まだこれ山場は、ここの山場はね、今回の山場は、まあ、大野市に抜けるまでの敦賀、大野市に抜けるまでの敦賀とどこやったっけ、敦賀と鯖江やったっけ、越前か、そう敦賀と越前か、あの辺りやな。とりあえず敦賀の市内、市街、その前に琵琶湖あるか、琵琶湖やな。まず山場は琵琶湖ですね。今日は多分今年度で一番気温が高い日だと思うんですけど、なんでこの日になってしまう、毎回やな。なんか俺が行く日に限ってかなりもう最高気温、熱中症に気をつけてくださいみたいな熱中症声おかしなった、熱中症のなんか注意喚起みたいなの出てる日、それが毎回毎年っていうか去年もそうやったし、なんかね福井に行こうかなと思った日に限ってこういうなんかなんていうかな、気象状況というか天気になってしまいますね。まあでも今空調服まで効いてるからマシやね。これ空調服効かなくなったら地獄だね。ただ空調服着てる間、空調服これめっちゃええって、全然違う。あと今回 MT で来たんで MT-09 で来たので、まあ、前回は 250SB で来てたんですけど、さすがにもう長距離きついので MT で来ましたが、これ見えてないな、向こうにおばあちゃまが。まだ11時なんで今のうちにまだ暑くないやん、本格的に。だから今のうちに琵琶湖の西側のバイパス道路抜けて、まあ、敦賀あたり、牧野高原あたりまで行きたいですね。あと1時間で行けるかな。道路が混んでなかったら行けるかな。このままなんか円滑に進んでほしいな。ちょっと琵琶湖の西側の道路っていうかな、あそこね、なんか12時以降になるとめちゃめちゃ暑なるよな。ほんまにバイク乗ってる人やったら分かると思うけど、あそこ、チャリとかバイクでビワイチやったことある人やったら分かると思うけど、あそこほんま地獄やから、地獄の暑さや。さあ福井県大野市を目指すんですが、今回はまあ一応そこはね通過点に過ぎない。今日は泊まるだけで1泊するだけで、明日本格的に目標である有峰林道のキャンプ場に行きます。でまあ有峰林道のキャンプ場は去年行きたかったんやけど行けなかった。でまあ後悔してたんで、今回満を持して行くことになります。何これ、すげえ道路やな。
これお前地元民通る道やろ。また通らされてんのこれナビ。地元民通る道やんけこんなもん。なんか奈良の裏の方の道っぽいな。すんげえややこい。でまあ有峰林道行くのが目標で、その有峰林道行った後がちょっとどうしようか迷ってんやけど、富山まで出て、これ動画とか撮ってるからどうしてもバッテリーがいるんですよね。でそのバッテリーを充電できないから、キャンプ場ではまあオートキャンプ場じゃないからねそこだから、一回漫画喫茶快活クラブに行こうかなと富山の思ってますね。これバイパスなんですかね。もうバイパスに入ったってこと。敦賀高島までもう行けますね。しかし大型安定してるな。やっぱり250と全然違う。大型めっちゃ安定してますね。250と250と全然違うね。250だったらこれもうなんかぶっ壊れそうな音して、こうバイクにしがみついて振動でなんかめっちゃ疲れるんやけど、まあ、大型もこれ MT だから振動はしますけど、全然バランスター入ってるから体への負担はほとんどないっすね。ただまあずっと乗ってるとケツが痛くなるとかそういうのはあるね。あとバイパス道路で結構速度出てるんですけど、全然暑いですね。まあマシか、信号待ちないだけマシやね。もう出口？嘘やん。このまま行くんじゃないの？はあ161このまま行ったらええんちゃん。一回下に下ろされますね。なぜでしょうか。まあ高架下道路の方が日陰あるからいいか。さあこういうところ走るときはこのね高架下の影を走ると、このテクニック、これがないと死にますね。これでだいぶマシ。このナビもしかしたらこのナビ日陰に導くためにわざと下道通らしたんかもってことじゃないのか。上のバイパス多分無料だと思うんですけどね。ほら無料って書いてあるやん。無料だから上通った方がいいんじゃねえのこれ。なんで下行かされてんのこれナビ。わっしゃ何これ。なんでこんな混んでんの。まあ高速みたいなバイパス道路なんやけど、めちゃめちゃ渋滞してますね。まあ事故みたいなパトカーおったもんな。ここも空いてたら結構ペースが速いんやけど、ペラペラすんなこれ。ペラペラするこれ。フードがペラペラしている。まあ京奈和感すごいなここ。ただ交通量はやや少なめか。まあ琵琶湖通るとき毎回これですね。まだあるんやな、よく考えたら。これさらにもう一回なんかバイパスみたいなとこ通るんよね。こっからだよ地獄は。空調服のパワーを見せてもらおう。空調服ないと無理だろこれ。なんか空気が生あったかい空気になってきましたね。これ1年に1回やったら結構ダメージが残るんですよね。やっぱりこの時間帯のツーリングロングは、特にこの遮蔽物ないルートは本当に、このルートはやっぱ秋に来るべきやね。真夏に来るべきルートじゃないよね。でもキャンプ場着いたらちょっと飯食って寝たいです。で明日に備えてさっさと寝れる時に寝たいです。キャンプ場ってほとんど寝られないよ。キャンプ場やっぱり熟睡しにくいですよね。ほぼちょっと寝たかな寝てないかなぐらいのなんかうろ覚えみたいな、そんな状態で翌朝迎えることになるんで、これ蓄積疲労がね蓄積していくんですよね、キャンプの連泊って。さあここからまたバイパス道路みたいのに乗って結構距離稼ぎますね。
地獄の熱波の中を走ってる。でも結構バイク乗ってるやつ多い。こんなクソ暑いのに。すげえ入道雲も出てますよ。積乱雲ともいう敦賀バイパス34キロ。すげえ景色。多分琵琶湖で一番いいとこやね、これ。この道、琵琶湖周回道路の中で一番いい道のような気がする。ただいかんせんめっちゃ暑い。山の近くではあるけど、もうなんかムワーンとした空気が漂っている。この峠は結構快適な峠だと思う。ここは涼しいぜ。お、日陰最高。おっしゃー、これで回復っていうか、こういう道ばっかりのルートで来たいっすよね。なんであんななんかもう遮蔽物ないルートばっかりなのね。奈良とか滋賀って、奈良滋賀って、まあ、遮蔽物ないルートばっかり。まあ福井市街とかもそうやけど、遮蔽物マジでないからね。町そこそこ発展してるんやけど、ビルがないから、ビル風がないんですよね。ビル影がないから、ほんまにね、多分大阪より暑いと思う。まあそれは言い過ぎかな。大阪の方が暑いか。でもビル影ないのでかなりきついと思うんだよ。あっち、もうすぐ廃墟のスキー場が、はい、もうすぐね、廃墟のスキー場があります。もうすぐ廃墟のスキー場がございますね。ここは去年ここ通った時にわざわざここに取っていったんやで。このクソ暑い時にようやったよ。このクソ暑い炎天下の中廃墟撮影したんですよ。ようやったな、あんな。これもう外から見るだけで十分というね。去年ほんまえぐいコースで行ったな。あんなんよう行ったな、250でよ。マジで去年と比べて体力めっちゃ落ちたような気がする。あれと同じことやれって言われても無理やからね。まだまだあるから、もうちょっとしてからまたもう一回つけますね。気温34度。まあ言うほどでもないか。まあ前回来た時41度やったからな。あれはちょっとおかしかったですね。地表温度が41度ってことかな。41度はないよな。敦賀バイパスを通っております。これやっぱ早いな。まあ3回目ともなるとルートも慣れてきたの。なんか最初初回来た時めっちゃなんか道に迷ったりしたんですよね。それで時間が大幅にロスしていたのもあるし、まあ、廃墟撮影しながら移動したりしてたから、それでまあ最速ルートではなくなったっていうのもあるんやけど、この道をバイパス通らずに下道行ってたりとかね、そういうのあったんですよ。結構だが今はそれがない。つまりそれにこの大型のパワー加わったことでめちゃ快適になった。奈良とか琵琶湖周回道路の辛さは今ない。めっちゃ気持ちいいです。福井最高かな。空気悪いですね。前に変な車走ってんちゃう？ボロい車が。バイエンの匂いする。バイエンのなんかやばいとこに車止めてるやついっぱいおるで、この辺り。フリーダムすぎるやろ。この前のダンプがくせえんだな。バイエンが覗いていて、ダンプ松本。ここも廃墟ホテルですね。
おしなべてなんか特筆すべき点もないか。ロックフィール、明日できればっていうか、明日は九頭竜湖からまた行くから、また九頭竜湖の周回道路をこの MT で走ることができる。まあ事故らなければいいんやけど、事故りたくない。まず第一目標が事故らないで旅を終えることですね。南越前町に入っておます。越前町、南越前町まで入ったから、あとは1時間ちょいで大野市まで行けますね。あと、カニの看板なくなってるやん。カニの看板なくなってる。カニの看板なくなってました。去年あったのにね。台風で飛んだんかな、もしかしたら。台風でカニが飛んでいったん可能性はありますね。道の駅ちょっと寄っていきますか。ちょっときついから道の駅寄るわ。俺もちょっときつすぎる。道の駅、こうバイク止めるとこがねえな。木陰みたいなとこへ止めてえな。ここじゃ、ここ。ああ、なんか事故ってるやん。ゲー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 。何の事故やん。前の車ボコボコになってたの。ぐっ。やっぱりこの道飛ばすやつは飛ばすわね、そりゃ。まあ追い越そうとしてめちゃめちゃになったんだろうな。うわ、このトンネル怖えんだ。追突されそうやから。追突されないようにちょっと端に寄っといた方がええで、これ。後ろ大型来とるからな。マジで怖え。こうプレスされたら死ぬからな。この下りのめっちゃ下ってるもんね、このトンネル。はい、キャンプ場になんとか着きましたね。もうちょい早こいで毎回怒られるんですけど、まあなんとかうまくいきました。一泊だけなんで、もうペグはいいかなと思って、こんな感じで。で、今回からこの自動、なんていうかな、インフレータブルマットか、勝手に膨らむマット、これ導入したんで、これを使いまして、出るやん。セミすごいな。しかしこれは広げてなんかもうここをもうこうやっていくだけで自動的に空気が入って膨らんでいくんですよ。手間いらず。まあ自分でここ拭いてもいいけどね。これマットとあと寝袋、まあもう簡易的なやつで寝ることにします。これ裏表逆か。はい。結構膨らんできたなっていう感じ。まあこれ放置しておくだけでいいので楽ですね。ただ撤収はちょっとめんどくさいから、エアマットより。こうセミの音なのか空気吸気してる音なのかちょっとよくわかりません。それぐらいセミがすごい鳴いとる。恐ろしいぐらい鳴いてる。これセミ何百匹っておるやろ、これ。で、これがね、マット。これがマットですね。かなり膨らんで、まあ自動膨張で買い物行って持ってきたら、普通に膨らんでましたね。厚みは結構ある方ちゃう、これ。安物にしては結構ちゃんとしっかりしてますね。で、寝心地も悪くはないし、問題となるのはやっぱり撤収の時に
エアマットよりちょっと時間かかるっていうぐらいですかね。問題点それぐらいか。でもかさばるか、荷物になるのとそれぐらいかなっていう感じで、まあ悪くないですね。これなら眠れそうな感じかな。とりあえず眠らないとやばいね。これ眠れんのかなこれ。セミめっちゃ鳴いてるな、セミがね、めちゃめちゃいるんですよ、ここ。耳栓持ってくださいた。耳栓して寝よう。耳栓して。